いつもご視聴いただき、ありがとうございます。今回は、卓上 CNC マシンでのアルミ加工を始めたら、トラブルだらけ。問題解決や改善を小ネタ集としてまとめてみました。以前の動画、アルミ加工の苦悩と被る部分もありますが、今回はハードウェアを中心にまとめています。昨年末にアルミ加工のために購入した卓上 CNC マシン。私はまだ右も左もわからず、たまたまこのマシンでアルミ加工をしている方がおられて、見習って機種を決めました。アルミ加工に最適なマシンではありませんでしたが、初心者が加工のノウハウを学ぶには最高のマシンでした。組み立て時にいきなりネジ穴の深さ不足部分があり、追加でタットを立てました。以前から 2D、3D の設計には多少の覚えがあったものの、本格的な金属加工は初めてでしたので、そこからなんとか稼働に至るまでの約半年間を見ていきましょう。組み立てが終わってサンプルの MDF ボードを加工、すんなり動いて、この時は楽勝かと思っていました。まあ気を使って精度が出るように組み立てしました。角度を出すため部品単面の針を削ったりしました。かなり頑張って精度出しして組み立てしましたが、結局実際稼働してみるとコンマ台でのズレ発生していました。設計のため ASUS、本当は ASUS かなのノートパソコンを新調、 AMD の Ryzen 7にしました。加工機を稼働させるため、車の部品置きだったトランクルームから近所のアパート工房へ引っ越ししました。 MRS 最大積載、リアキャリアにメタルラック2つ、助手席にエアーコンプレッサー、シート裏に純正シートなどもろもろ。新しい工房です。9mm 厚の OSD ボード 900mm×900mm を6枚購入、防音ボックスを作成していきます。騒音の元は私でしたか。音漏れ防止を考えてコーキングしてみます。ゆるゆるで効果が薄い防振設定中。ないよりはあった方が少し良いかな。外周も目張りしてみました。覗き窓はまだですが、扉もつきました。いいねー。ダイヤルゲージで精度出ししてみます。削った方が早かったけど、この時は気づかず MDF ボードの裏にテープを貼って水平出ししようという無駄な努力でした。コレットにピンゲージをつけて触れを見ましたが 0.1mm 以上ブレています。大丈夫かな。卓上ボール板も購入しました。高木の BD300A です。触れを確認しますが、チャック下でも 0.15mm 以下で格安ボール板としては上出来でしょう。 DD250 で欠点だったシリンダーもベルトプーリーもすべて金属になっており、大変お買い得でした。結局 MDF ボードの水平をテープで調整することができず、表面を削って機械軸に水平にしていきました。右の端で刃先が当たるかどうかギリギリで始めたけど、奥の方は結構削れていました。安い木工用のルータービットですが、これでアルミも普通に削ることができました。かなり音がうるさかったので、本体をクッション材でかさ上げ、振動低減、防音ボックスの内壁にコルク調のスポンジマットを貼り付けました。この時はこれで完璧だと思っていたのですが、全然甘かったです。とりあえず扉にドリルで穴開け、四角く切り抜いてアクリルを貼り付けて覗き窓を作成しました。音漏れ防止のため扉の隙間に枠をつけていきました。良い感じに仕上がりました。これでバッチリだと思っていましたが、いえいえ、まだまだ大きな音が漏れていました。それなら次は防音じゃなく吸音スポンジで音を吸収だと Amazon で大量の吸音スポンジを購入。
扉に、取っ手、も、つきました。購入した吸音スポンジを内側にどんどん貼っていきます。ここまですれば、もう完璧、音漏れはほとんどないはずだと、心の中で確信しました。完璧だと思われますので、いよいよ初のアルミ加工に入りたいと考えます。初のアルミ加工は、おなじみの XY 1打仕様のプローブでした。常磐側にマスキングテープを貼り付けて、ワーク側は保護シートに瞬間接着剤をつけました。初加工に使用したのはシャンクファイ6でハケイファイさんの2枚刃フラットエンドミルです。コレット部分は日本製のまあまあ高価な ER11 ファイ6用のものを購入しました。入念にプログラムを確認して加工をスタートしてみます。 Z 減点出しを行っていよいよ初加工でした。初の穴加工は無事終わりましたが、とんでもないです。音が大きいです。近所迷惑です。学区誌です。いろいろ問題がありました。まずはレールへの切り子対策として簡易的に段ボールでカバーを作りました。ファイ6フラットエンドミルに変更して加工を続けてみましたが、やっぱり音が大きいです。さらに条件がきつすぎて激しい音とともに緊急ストップしました。この時人生初加工の私が聞いてもかなりヤバい音でした。ここから悩みます。騒音対策をどうすればいいのか。ちょっと加工を進めましたが、きっぱりストップ、近所迷惑です。数日考えて、一番の問題は、防音ボックスの板厚が 9mm しかないことでした。買ってきました 30mm 厚のパーチクルボードです。かなりの分厚さです。そして重い、3枚重ねだと、持ち上げるだけで必死です。まずはお掃除。で、作ったばかりの防音ボックスを、早速分解していきます。ちょっと悲しい。接着剤をガンガン離していき、900mm×900mm の OSD ボードは3枚重ねで、計6枚、新しい防音ボックスの底板と天板になる予定です。接着剤とタッピングビスでガンガン留めていき、あっという間に新しい防音ボックスが形になっていきます。覗き窓の切り抜き方法、悩みました。結局、ドリルで穴開けて切り抜き、あっという間に完了しました。あはは。だんだん形が見えてきました。吸音スポンジも再利用していきます。私の計測ミス、左右のモーター部分が寸法ギリギリで、吸音材のカットが必要でした。冷却用のエアポンプも、まあまあうるさい音が出ますので、ボックス内に配置しました。ついに天板をガンガンビス止めします。ボックス内の明かりは必須です。頑丈なドア用のヒンジを取り付けしました。ちょっと寸足らずで、自分で穴を追加して使用しました。しっかりテンションがかかる、引っ張りロックも追加しました。CNC 本体ではなく、防音ボックスをスポンジで浮かせて防振します。穴の隙間は油粘土で塞ぎました。現在の環境にかなり近い姿になってきました。軽く稼働させてみます。以前に比べれば超絶静かになりました。大成功です。スマホ、アプリでの簡単な騒音測定では 60dB
前後くらいでした。ビビり発生すると、もっと大きな音が出ます。もう少し静かにしたい。まずはこれを追加。自動車用の防振ベルシートです。結構、効果がありました。次に、扉の隙間に断面 D 形状の中空ゴムを貼りました。こちらは劇的な効果があり、スマホ計測では50から 60dB。昼間なら住宅街でも全く問題ないレベルでしょう。改良しながら加工もどんどん進めていきました。2025年末には試作品をいくつか完成させるまでになりました。初期の試作品、実際に車につけてテスト走行なども行いました。スピンドル先端のブレがひどいです。コレットナット下で約 0.1mm。コレットは高精度なものを使っています。ナットを何個か買って試しましたが、状況は変わりませんでした。ということは、原因はモーターの軸でしょうか。加工時、しばしば振動やビビりが激しくなる時があります。そのような時は、加工音も大きくなります。工具にも負荷がかかっている感じです。その昔、若かりし頃、ドンキで買ったダンベル、振動とビビり低減に一役買っています。アクティブ消音を試みようと、ハードオフで買ってきたスピーカー、ボックス内に、マイクも仕込みます。巾着に包んで、防音ボックス内にスピーカーを配置、いろいろ実験しましたが、まあ、結果、効果なしです。あはは。加工機専用に、中古の再生パソコンも購入。Windows 11要件適用外なのに、Windows 11が入っている。ネットには繋がないでおこうと。近所のコストコです。富士山が綺麗に見えます。長くなってしまったので、続きは次回に。今回もご視聴ありがとうございました。